クジラの、頭の部分で、これが蓋になっていて、でこれ今外れないようになっているんですが、これはクジラの形をしたからくり箱です。持ち上げると、下の白い中身の部分がカパカパ動きます。尾ひれがあって、ここもちょっと動きそうな感じがあります。まずですね、どうにかするとこの尾ひれが箱の内側に押し込めるようになってるんですが、まだですね押せません。ちょっとロックがかかっているようですね。これを押すにはどうしたらいいのかというと、実はクジラを逆さまにしてしまいます。逆さまにしてもまだ押せません。逆さまにしてこの白い部分を持ち上げてあげると、ようやく尾ひれが押し込めるようになります。これが上向きにしていると押せません。逆さまにしていないと押し込めないようになっている。で、押しただけではまだ何も起こりません。で、上の部分見てみると、ここに切れ込みがあるんですね。ここに何か板がはまっているように見えます。この部分が蓋になっているんですけど、さっきのように逆さまにして白い部分を持ち上げます。そして尻尾が押し込めるようになるので、尻尾を押します。押したままにすると、この頭の黒い部分ですねが持ち上がったままになるんですが、それをガチャンと下に下げます。そうすると今上の部分が持ち上がってきましたね。ここが蓋になっていて、こういうふうに開くという仕掛けになっています。尻尾を離してしまって蓋を元に戻すと、ここに磁石が入っていて、ピタッと閉めてしまうともう外せなくなってしまいます。今日はこのクジラの内部がどうなっているかをちょっとご紹介したいと思っています。これが、このクジラの作品を作る過程なんですが、ちょっとバラバラにしたものです。こういうふうな部品で出来上がっています。こうですね。こういうふうにクジラの頭の部分で、これが蓋になっていて、下の中身はですね、こういうふうになっています。この上にこの外側の箱がかぶさってる感じですね。こういうふうにですね。外すと中身はこうなっています。この中身を見てみると、こういうふうにここにバネが入っていますね。バネが入っていて、今そのまま押すと、こうバネで尻尾を押してもまた押し戻されてくる。こうひっついているこの箱の内側の内部にこういうふうに入っています。ここに穴があるので、ここにバネを押し込んであげると、こういうふうに押したら戻ってくるという構造が出来上がります。で、この箱がこういうふうにですね、内側の箱として貼り合わせるんですけれども、横にこの溝がありますね。ここに何が入るかというと、この細い棒です。ちょうどここに入るようになっています。こちら側が段になっていて、ここにちょっとストッパーとして竹ひごが埋めてあるんですが、
これをこういうふうに入れてあげると中の竹ひごがストッパーになってこれ以上先には出てこないようにしているという構造になっています。これが仕掛けを解く上で逆さまにするとヒレが押せるようになるということは、これを逆さまにするとこの中の棒がこう落ちてくるんですね。その時にこのヒレが押せるようになる。なので表にして棒がこの位置にあるとこの中の仕掛けのこの横の白い棒の部分が邪魔をされて押し込めないと。これが重力で下に落ちることで押し込めるようになる。このロックをこの小さな板でやってあげているわけです。しかもこの板が下に落ちるにはこの箱が閉まったまんまだと棒が下に落ちる余地がありません。最初に引き上げてあげる必要がありますね。その時に細い棒が下に落ちる余地ができると。この時にようやくおひれが押せるようになるという仕掛けになっています。で、こう押し込んだだけではまだ最後開けるまではいきませんが、押し込んだ時にどういう状態になるかというと、まずこの棒が降りて押し込まれた時に表に返すとこのまんま飛び出た状態でおひれを押しっぱなしにするとキープすることができます。上の箱をかぶせてあげるとここが出っ張っているのでこの箱を押し下げてあげることでこの棒が上の蓋の板を直接持ち上げてくれるんですね。でこれが下がった状態だとします。それで箱をかぶせてあげるとこれだと一回上げてまた下げても何も起こりません。このまんま飛び出た状態にしておくことでこう下げた時にその飛び出てる部分が箱を押してくれる。今押されてますね。なので実物を見てみると引っ張り上げて押して開けるとこういう風になっているわけですね。このおひれを離すと戻ってしまいます。戻ってしまうともう押せません。逆さまにして押して上に向けてあげるとまた上がってきてますね。これを押しっぱなしにしてあげることで、このピタッとはまっている蓋をこう下げることでこの中の今上で止まっている棒が蓋を押し上げてくれるという役目をこの小さな棒がしているわけです。お分かりになりましたでしょうか。